かっこいいっていう一言と、何かが起きそうなオーラはムンムンと出てますけど、そうだね、はい、この展覧会のタイトル、シュトラム&ドランクプレビューサービス言葉がついてますけれども、そのシュトラム&ドランクっていうことが何なのかっていうことが、実はこの展覧会を理解するための非常な謎かけになってるっていう。なんだこれはなんでしょうなんだこれはっていうライト。そうですね、なんかもっと硬いのかと思いましたモーションピクチャーのスタジオを模しているものなんですけれども、3DCG のその自分の姿をトランスフォームすることができる装置があるとしたら、なんかものすごいハイテクなそうですね、そういうものをイメージしてしまいますね。でもまあ実はこういう本当に自分で作れるような、その辺のホームセンターで買ってきて作れるっていう。この展覧会を作ったキュレーターたちはこの物質自体は作品とは呼んでないんです。で、作品ではなく何なのかっていうことが大事なんですけれども、キュレーターたちがスイス工科大学の学生たちと一緒にこの物体を作ってるんですね、研究成果っていうんですかね、これを作ることが結果よりも大事っていうのが、なんかそれがこれなんですね。なんだこれは。なんだろうねこれね。ケーブルがケーブルの量が尋常じゃない。尋常じゃないね。赤いライトは5つ、それも関係ありますか？5つは。5つは関係ない。関係ない。パソコンが2台。パソコンも2台あるね。ハッカーの部屋みたいな感じですか。ああ、いい線いってる。はい、本当ですか？いい線いってる。映画のワンシーンにありそうです。入ってみましょう。ここにあるパソコンも実はすごい古い。でもちょっと面白いのが、現在の時間は1984年7月27日って書いてあるんですよ。我々は今 SF 的に、1984年にいるっていう、まあ仕掛けがここに隠されているっていう、この環境テーマになっているものは、ウィリアムズ・ギブソンっていう小説家が書いたニューロマンサーという小説があって、実はこれ千葉がとにかく舞台設定のテーマになっていて、でそれをハッカーをテーマにしてる。あ、じゃあ僕当たりですね。その小説にカプセルホテルが出てくるんですね。でそれをシミュレーションしてこれを作ったっていうのが彼らの設定になってます。まずシュトラム&ドランクという言葉が18世紀のドイツにおける文学運動の名前、総称です。でシュトラム&ドランクっていうのは日本語で言うと嵐と衝突。18世紀以前のヨーロッパの世界っていうのはキリスト教の支配下にあります。で理性とか規律とかそういうものが美徳とされた時代が中世。それに対して近代というものがもう少し人間そのものの、なんだろう、不確かさみたいなものが近代の始まりとされていて、その中間に位置する時代にこのシュトラム&ドランクという文学芸術運動が起きた。でその一番中心になった人がゲーテっていう小説家で、若きウェルテルの悩みっていう小説があって、婚約者がいる女性に恋をして、失恋をして死んじゃうっていう。婚約者がいる人に恋をする。で振られて自殺をしてしまう。まあ救いのない物語なんだけど、キリスト教のその世界では、まずそもそもその婚約者がいる人に恋をすることもタブーだし、ましては自殺するってこともタブーだし、それをまあその文学として描いて、そのこと自体がある種その中性的な価値観に対する否定であり、人間のその感情みたいなもの、エモーショナルな衝動の方が大事だっていう、それがそのシュトラム&ドランク。それをさらにプレビューサービスっていう言葉がこの展覧会についてますけれども、その中身を見せる。実はこの展覧会自体はすごく難解で科学のハイテクな世界を見せようとしてるけれども、実は中身は割とその人間の情というか、不確かなものによって構成されてるっていうことがそのタイトルに込められてる。これは言ったら何のメタファーかというと、基本的にはその 3D スキャンのそのシューティング装置なので、一つ一つは子供じみた仕掛けにしているっていう。でそれはある種の思考実験というか、遊びの延長線上で作られているっていう。近代的な DJ ブースが。確かに。でもこれ DJ ブースはかっこいいよね。かっこいいですよね。どうでした最初はやっぱり難しかったです。いざ蓋開けてみると人間的な感情とかがあって、
てすごく楽しかったです、基本的に謎々なんだよねこれって、そのアート的なその手法を用いてその人が考えることが大事っていうことが、実はこの展覧会で一番キュレーターたちが言いたかったこと、だからその人間が常にいるんだよってことがこの展覧会の大事なテーマなのかなっていう、やっぱり見方が変わったので、僕何が嬉しかったって、なんかやっぱり僕もかっこいいとか、これ美しいとかっていう感情で割とモデルのお仕事とかもしてるので、そこでなんか共通的な感情があったのは、なんかアートとすごくなんか嬉しかったですね。